その前に自分の仕事まずやってくれる誰にでも結構いい顔をする結果だから出るわけないっていう話で、要はそのできてないのに一定期間やっぱりこう放置されちゃうんですよ。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。今日ですね、モン社長にちょっとご質問したいのが、最近優秀そうに見えるけど実際はそうでもない社員がチームにいると感じていて、なんか見た目はいいんですけど成果が伴わないんですよね。そんな人ってどんな特徴があるのかなって思っていて、参考までにいろいろとちょっとそういう特徴、そういう人の特徴を何個か教えていただきたいんですけど、アップルさんにもそういう人っていらっしゃいますか？今はどうなんですかね。まあいますよね、こういう人ね、よくね。はい。例えばどういうなんかこう特徴っていうか、どういう行動を取ったりするのかなって思っていて。一つはやっぱり結局口がうまい。口がうまい。特徴あるとすれば口がうまい。はい。喋り手がこう気持ちよくなるような返事とか。すごい元気があってやる気があってみたいな。はい。とか、誰にでも結構いい顔をする。誰か困ってる人がいそうだと、はい。大丈夫手伝おうかみたいな。はい。すごいなんか手伝ってあげてるんだけど、はい。その前に自分の仕事まずやってくれるみたいな。結果それがなんかあの人いい人だみたいになったりとか。なるほど。とにかくだから口がまあ上手と言っておきましょう。口が上手。はい。喋り手が気持ちよくなるんだからこう返事とかですね。はい。元気やる気が分かりやすい。誰にでもいい顔をするみたいな。こういう特徴はありますかね。最初にやっぱすごくみんなから、こいついいなとか、こいつできるんじゃねえかとか、こいつ元気があってやる気があっていいねとか、いいなみたいな、その初印象を作るのがすごく上手ですよね。なるほど。入り口はじゃあいい人っていう。入り口はだからそう。こいついいんじゃないか。いい人。はい。やる気がある。とかね。そういう感じに思われるパターンが多いですよね。それ自体は悪いことじゃないんですけどね。逆にそういう人を最初はこういいイメージじゃないですか。どこで見極めればいいんですかね。行動と結果でしかないですよね。本来は結果なんでしょうけど、結果出るまではタイムラグがあるので、そしたらやっぱり行動、どういう行動してるかっていう風に見るしかないですよね。なるほど。発言と行動が伴ってないんですね。結果そうですよね。伴ってないって言えばいいですかね。なるほどなるほど。具体例とかで挙げると、僕の会社のケースだと会議で堂々と新しいアイデアを提案するけど実際はなんかこう手を動かさないみたいな、そういう人もやっぱいるんですよ。周囲に丸投げしてしまうみたいなケース。そういうのもやっぱそういう対象っていうかそういう人なんだなって僕は思ってるんですけど。いやそれはそうとは限らないと思いますけど、例えばですけど知識レベルとか仕事の能力とかが、こうレベル1、2、3、4、5ってあるとするじゃないですか。レベル1の人に対してとかレベル2の人に対しては、すごいもっともらしいことをアイデアとかもそうですけど、やっぱ言っていいねいいねみたいな、なるほどそんなこと思いつくんですねとか例えばこう言われたりするわけですけど、これがレベル4とか5の人から見たときに分かったいいアイデアだねと、じゃあそれ具体的にどうやってやろうかってなったときにみたいな感じなんですよ。なるほど。言ってることはすごく分かるし、いいこと言ってるかもしれないんだけど、そのいいこと言ってるだけでまだレベルが低い人たちは、すごいねいいねそんなアイデアあるんだとかってこう称賛されちゃうわけですよね。でもこう上の人から見ると、分かったことすごいいいと思うよと、発想はいいと。じゃあ具体的にそれどうやって会社でやっていこうかと、なった時に具体性がやっぱない人が多いですよね。なるほど。具体っぽく見えるけど、掘っていくと全然抽象的すぎて、それはできないよねみたいな感じが多かったりしますよね。なるほどですね。例えばですけどアイデアはいっぱい出るんだけど、それを結局実行しないと結果出ないわけじゃないですか。だからアイデアはすごい出るんだけど実行策があまりにも稚拙な感じ。これ大体できないですよね。だって何やっていいか分かんないから。そういう時にやっぱり
うまくいくんだったら2つしかないわけですよ。1つはやっぱりちゃんとどういう行動をしていったらいいかってちゃんと具体を作っていける人か、はい、もしくはまあちょっと分かりにくいけどもうとりあえず行動しようと行動しながらこう決めていく人かみたいな、はい、大体こういうその表面上だけ良さそうに見えて、はい、できない人っていう結果出ない人っていうのは、具体的な計画もやっぱり行動計画も作れないし、で実際に何やっていいか分かんないけどまず行動してみようみたいな行動ができない、言って満足しちゃってるみたいなパターンが多いですよね。確かに結果だから出るわけないっていう話で、いいことはいつも言うけど、結局何も実現したものってあったっけみたいな。なるほどね。っていうパターンが多いですよね。そういう人よくいますよ。あ、本当ですか。はい、僕の社内にもねいるんですよ。結果ではなくて努力をアピールするというか、これだけ頑張りましたって言って遅くまで残業している姿をアピールするとか。それ表面だけ取り繕って言ってるのかな。肝心の仕事は進んでないみたいな、そういうやっぱケースもあって過去に。そういう人に対してはなんかこう森社長の別の動画でもおっしゃってましたけど、相手にこう復唱させるみたいな、そういう人というよりかは、はい、ちょっと話戻すと最初にやっぱ、はい、あいついいやつだとかやる気あるよとか、はい、あいつ期待するわとかって普通の人が言っちゃうやつって、はい、大体気持ちいいんですよ。だからこうやってああやってこうやってこれやってくれるって言ったらはい、わかりましたやりますみたいな、はい、言ってる側は気持ちよくなっちゃうんですよね。はい、すごいいい返事するし、嫌と言わないし、頑張りますみたいに言うから。でもそういうやつって大体反射的に気持ちいい返事を習慣化されちゃってるだけで、中身聞いてないこと結構あるんですよ。そういう人にはじゃあ A をこうやって B をこうやって C をこうやってこれが君にやってほしいことはよろしくねって言ったら、分かりました、すぐやります頑張りますちょっと復唱してみてくれると何やるのそれでもう一回俺が言ったこと復唱してって言うと、ちょっと違うねみたいなとかそれ抜けてるねとか、結構よく起こるんですよね。だから僕はいつも思うのは気持ちいい返事はまず大事なんですけど、はい、こちらからすると気持ちいい返事をするよりも、指示したことに対して結果で返してほしいわけじゃないですか。で大体仕事っていうのは正確性とスピードですよね。だから言うならば全ての仕事ができれば正確性を持ってスピード早く上げてくれたらいいわけで、はい、これが一番結果で返すってことなんですけど、これができるかどうかじゃないですか。はい、ぶっちゃけ言い方悪いですけど返事が微妙でもこの2つちゃんとやってくれたら返事だけ気持ちよくすれば、意思疎通だけちゃんとコミュニケーション取れれば別問題なわけで、はい、だから返事がすごいいいしやる気もあるんだけど、全然結果が出ない正確性もないしスピードも遅いしっていうやつよりも、返事がもしかしたら微妙だとしても正確性があってスピード持ってやってくれる人の方が仕事としては結果としてはいいわけですよね。だからやっぱりちゃんとその何をやるかっていうのを分かってなきゃいけないですよね。はい、だからやっぱちゃんと復唱させる、今言ったこともう一回言ってみて分かってれば別に OK ですよね。はい、もしくはまあ復唱もそうですし、具体的にあなた何するか言ってみてって言ってこう言わせた時の返しで大体分かりますよね。復唱は確かに一番大事かもしれないですね。ありがとうございます。そういう社員に対しての改善策、今おっしゃってた復唱みたいな、他にこういうことやってるよみたいな、そういう人に対して行動をちゃんと管理するしかないんですよね。従業員の評価みたいなものって、はい、基本は結果じゃないですか。はい、社会にとっては結果なんですけど、新入社員とかやっぱり仕事がまだあんまりできないよっていう人は行動で評価していくパターンもあるわけですよね。ウェイトがそのレベルによってどう、例えば経営者なんかは 100% 結果だけで評価されますよね。はい、でも新入社員は結果で 100% 評価するって言ったらまだ全然何をやるかも分かってないから評価できないと。だとしたらまあ行動をその社員の 80% の評価は行動で評価しますよみたいなパターンのフェーズがあるわけですよね。だから仕事があんまりできないとかまだ未熟だっていう人は行動を見ていくしかないんですけど、その行動を見ていけばやっぱり分かりますよ別に普通に。具体的に行動はどういうところを見たりしてますか、森社長自身が。やっぱりやるべきことをちゃんとやっているかどうかですよね。それの数値ですよ。行動に関しても分解していくわけですよね。目標がまずありますと、はい、この目標設定を最初はだからまだ未熟だから一緒に考えたりとか設計するわけですよね。
例えばじゃあ仮にですけど営業だとして、まず1件受注することが目標だと。それは例えば来1ヶ月後までにみたいな。例えばあったとして、その手前として、じゃあその KPI、重要な指標は何なのかっていう話と、これってでも結果目標を作ることが多いんですよね。あとは次に行動目標をちゃんと設定していって、例えばじゃあ1件の受注を取るために、10件の商談行くっていうのが例えば KPI ですと。10件の商談に行くために100件のアポイントを取る。100件の例えば家電をするんですみたいな。100件家電をするということは、それが10日だと、仮に10日だとしましょう。わかりやすい。10日だとしたら、1日10件家電はしなきゃいけない。マストですよ、これと。この1日10件家電するっていうのが、それある意味行動じゃないですか。行動目標なんですね、1日の。1日の行動目標をちゃんと管理していくわけですよね。それをもっとちゃんと初級の初級は、1日10件かけなきゃいけないってことは、時間軸で言ったら、1日のじゃあ仮に8時間の中で10件家電をするっていうことは、単純に言ったら半分の時間の時に5件できてないとダメだよねとか、その10件をかけるために、じゃあこのリストとか、どこにかけるかとか、かける時にどうやって喋るかとかっていう準備できてますかみたいな、こういうところまでちゃんと逐一管理していくわけですね、最初は。管理をすると言ってますけど、それをちゃんとそういうふうにやるんだよってことをやっぱちゃんと教えてあげて、やってみせて、それをちゃんと理解させて、で、それをじゃあやり方分かったら1日10件ここにかけていきましょうねって言って、それをちゃんと日時とか、1日の中で今日どうみたいな感じで、そういうのが要は管理っていうかマネジメントですよね。っていうのをやっていくと、さっき言った行動しない人は、例えばじゃあ2日目に1日10件かける行動 KPI があるのに、昼間過ぎのもう3分の2ぐらい時間が終わった時に、今日どうなのって言ったら、今3件書きました。いやお前今日1日10件かけるんだよねみたいな。なんで今の時点で3件しかかけてない、このままいったら5件しかかけれへんやん、みたいなことがよく起こりますよ。確かに。これをちゃんと管理しない人は、そうやって日時で行動目標とか KPI に落として管理しないから、結果1ヶ月終わった後にどうだったって言うんですよ。なるほど。それはだから上司とかが管理ができてないだけですよね。管理って言うとなんか監視するみたいになりますけど、そうじゃなくて、ちゃんとその目標を達成するためにマネジメントするとかどうにかすることじゃないですか。それをこう達成させるためにどう動くかって話だから、これを僕からしたら放置って言うんですけど。なるほど。結果、すいません、取れませんでした。みたいな。できない社員、優秀そうに見えて無能な社員をちゃんとあぶり出すんだったら、上司とか会社の仕組みとしてちゃんと行動管理ができるようにしとけばいいだけですよ。そしたらもうすぐバレるんで。確かに。それを単純に目標だけボンと置いて、あと自分で考えてやってとかってやりすぎると、そういう人が要はそのできてないのに一定期間やっぱりこう放置されちゃうんですよ。結果、なんかあの人すごい調子いいこと言ってるけど結果出てないよねっつって、あの人はあんまり微妙かもしれない。いやでも1ヶ月目だけだからな。2ヶ月目やらしてみよう、3ヶ月目やらしてみよう。3ヶ月全くダメだと。やっぱあいつダメだよねって気づくのが遅いんですよ。確かにそうなんですね。優秀に見えて無能な社員がいるんですけどって言ってる時点で、いやいや、それ違うでしょと。完璧に結果が出てない、言い方悪いですけど、結果が出てない社員です。なぜならばあの人行動しないから。すぐに、こう、如実になんなきゃダメですよ。なるほど。確かに、そうですね。ありがとうございます。優秀そうに見えて無能に見える社員の特徴ということですけど、あり得る特徴は口が上手喋り手が気持ちよくなるような返事とか、やる気ありますみたいな感じ。そして、誰にでもいい顔する。最初すごいあの人いい人が来たね、みたいなこう言われがち、みたいな。大体こういう特徴があるかなと思います。僕からするにやっぱりその、結果優秀に見えそうで無能な社員が別にいいか悪いかとかじゃなくて、シンプルに優秀そうに見えて無能だっていう風に認識できないとか、みんなが勘違いするとかが結構多分会社にとっては良くないというか、言い方悪いんですが仕事ができないならできないという前提で何をやらせるかどういう結果を求めるかって設計すればいいだけだから、結果がやっぱりなかなか伴わなくてとか、それはそうですよね。優秀だと思って振ってる仕事があるのにできないんだからみたいな。とにかくその正確な状況みたいなものをちゃんと把握するためにできてない社員とかはちゃんとその現状を正確に把握するということが多分大事だと思う。
ので、しっかりそこに努めるように頑張っていただければなと思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。